さんこんにちは、ピノミです。本日は人に印象を与える中でも特に大きなパーツの一つである髪の毛ですね、ヘアケアについてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは私の実体験を交えて歯や肌に関すること、そしてライフスタイルを発信しているチャンネルになります。もし本日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。実際最初に第一印象を与えるところってやっぱ顔だと思うんですよね。例えば髪の毛がパサついていたり、張りがなくて元気がなかったりすると健康的にってやっぱ見えないと思うし、清潔感っていうのにも大きく関わってくると思うんです。やっぱり髪の毛によって与える印象っていうのは結構左右してくるなって日頃から感じています。まず大前提として髪の毛をケアしていく中で大事なことが大きく分けて2つあります。まず1つ目は、例えばトリートメントとかそういった外側からケアをする方法、そして2つ目が食べ物ですね。口から摂取して内側からケアしていく方法、この2つをバランスよく取り入れてあげることで、実際私も大きな違いっていうのが生まれてきたなと実感しているんです。私はもともと肌だけじゃなくって髪の毛自体もいわゆる乾燥タイプで、常に細いアホ毛っていうんですか、そういったものが目立ってしまう感じなんですね。そんな中10年近く愛用していたヘアオイルっていうのがあったんですけど、なかなかこのパサついた髪の毛っていうのを抑えることが難しくって、ちょっとこれ替え時かなっていうふうには思っていた矢先に、ふとしたきっかけでこのオラプレックスの洗い流さないタイプのトリートメントっていうのを使用してみたんですね。そしたらもう使い始めてからすぐこのドライヤーの後のこの髪質感っていうのが全く違って、ちょっとびっくりしました。こちらですね。このオラプレックスのちょっと実際出してみると、こういった緩めのボディクリームのようなイメージで、テキスチャー自体は軽い感じなんですよね。匂いはほのかに甘い感じで、嫌な甘さではないので、比較的万人受けする匂いなのかなと思っています。このクリーム自体を髪の毛を洗った後にタオルドライをしてから髪全体になじませてドライヤーをして使うというような使用法になります。なので使い方自体は結構簡単だと思います。そんな中、明らかにオラプレックスを使って変わったなと実感した場面があって、かれこれ10年以上前から髪を切ってもらっていて、いわばもう私の髪質を知り尽くしている美容師さんに髪を切るたびに乾燥について結構毎回指摘っていうのを受けていたんですね。なんですけど、このオラプレックスを使用してだいたい1ヶ月弱ぐらいの時に髪を切り行った時にですね、あれ今日の髪質なんか違うよとまず言われて、乾燥してるのが改善されていい感じでツヤが出てきてるよという褒めの言葉っていうのをいただいたんですね。もう10年以上通っていて、そのぐらい長い付き合いなので、こういった忖度っていうのはあまりないのかなとは思ってはいるんですけど、実際にやっぱ長年信頼しているプロの美容師さんにも効果っていうのを指摘いただいたので、本当に効果があったんだなと実感したところがありました。美容師さん曰く、このオラプレックスのブランド自体、髪の毛を染める時のカラーリング剤の中に入っている栄養剤っていうのを、作っているっていうのもあって、そういった栄養剤とか栄養のその成分の方面に関しては結構強みがあるっていう説明があったので、なるほどなとちょっと納得したっていうのもありましたね。やっぱりこの乾燥してるのは肌とか髪の毛だけではなくって、頭皮自体も結構乾燥してるなっていうのはもともと自覚があって、常に頭皮が硬くってまるでこの引っ張られてるような感覚っていうのを感じることが多かったんですよ。ツヤがあったりこの張りがある髪の毛ってやっぱりこの土台になる頭皮っていうのがやっぱ大事じゃないですか。それがこのキュレルのシャンプーとコンディショナーっていうのを使用してから頭皮の乾燥っていうのがだいぶ落ち着いてきたんです。さすが乾燥性敏感肌を考えたというフレーズを掲げてるだけあるなという印象です。何よりこちら
ドラッグストアでも購入できますし、値段も比較的求めやすいので、身近なものだっていうのは本当に嬉しいところの一つではないでしょうか。実際にキュレルを使う前よりもこの頭皮自体も柔らかくなってきたなと実感してますし、かゆみとかもなくなりました。そしてやっぱり髪の毛自体にもいい影響は少なからず出てると思っています。話がそれるんですけど、今回このキュレルのシャンプーとコンディショナーを使ってみて気づきっていうのがあって、キュレルってこれ匂いがついてない無香タイプのものなんですね。この匂いがないっていいなと思ったんです。日々例えばこのシャンプー、コンディショナー、あとはボディーソープであったり、しまいにはボディークリームにもやっぱ匂いがついてるものっていうのが多いじゃないですか。匂い疲れって言ったら、ちょっと大げさかもしれないんですけど、身にまとう匂いが少なくなったっていうのが私自身この負担が減ったような感覚だったんですね。まさにこの香りの断捨離感っていうのをすごく感じました。ここまで外側からのアプローチっていう話をしてきましたが、2つ目は髪の潤いのためにはやっぱり口から摂取する内側からも変えていくことっていうのがとても大事だと思っています。まず何より日々タンパク質を摂るっていうのを私は意識をしています。髪の毛の主な成分っていうのがケラチンという成分で、髪の毛のおよそ 80% がケラチンで占めていると言われています。タンパク質って例えば筋肉とかはもちろんのこと、体内の至るところで必要とされているものなので、しっかりとタンパク質を摂取しないと髪の毛まで至らないんですよ。あとは良質なオイルですね。油を取るっていうのも大事だと思っています。どうしてもダイエットとか減量のことを考えると、脂質をなるべく取らないっていうことを意識する人って多いと思うんですよね。過度な脂質不足に陥ると、まず最初に髪の毛や肌とか爪といったものに潤いがなくなってくるので、本当に要注意だと思います。また日頃からこの髪の毛の主成分となっているケラチンの生成に必要な亜鉛であったりビオチンのサプリメントを取るのも一つだと思っています。もともと結構爪が弱くって割れやすかったんですよ。その対策のためにビオチンのサプリ飲んでいた時があって、それを飲んでた時は髪にもコシとか張り感っていうのが出てるなぁと少なからず効果っていうのを感じていたっていうのがあります。ただしサプリメントの取りすぎっていうのは肝臓に負担がかかることがあるので、自分自身に必要な成分っていうのを厳選して選んで摂取してください。私は現在自分が必要としているもの、優先するサプリっていうのが他にあるっていうのと、こういったシャンプーとかトリートメント系でだいぶ改善されているっていうのがあって、ビオチンのサプリメント自体はお休みしているところになります。はい、いかがだったでしょうか。本日は実際に使用していて本当に良かったヘアケア製品と髪の毛の健康についてお話をしてきました。もし本日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。